上洛し足利公方との合流も果たした。次は鬼に支配されし越前の解放に向かう。おのおの存分に手柄を立てよう。あれは。いえ、それが前方に織田木工の旗が見えるんですよ。お頭、目が悪いんですね。健介様、ぼーっとしてどうしたんです？前方の曲がり道のところに植えられた松の下ですね。でもそんな話聞いてませんよ。私のように公方様や織田の名前を慕う地侍がお味方に駆けつけたのではないでしょうか。ちょっと先頭、何をしているんですの？後ろが詰まって仕方ありませんわよ。いや、それが前方に所属不明の集団がいて、どう判断したものかってね。所属不明？そんなものをサクッと見てくればよろしいではありませんの。ちょっと行って見てまいりますわ。まあ、梅とは名ばかりのボタンさんですから仕方がありません。久しぶりね、健介。元気にしてた？クオンに呼ばれたのよ。兵とコニダを率いて今浜で待っていろってね。あら、疑うの？でもこれが証拠よ。ちゃんとクオンの顔も押されてるわよ。どう？確認してみる？でしょ？その戦のために私を呼んだんでしょ？そういうこと。どこに行くの？ふん。
乱世にその名を馳せた美濃のマムシ、斎藤利政の娘。ただの女と思ってもらっては困るわね。そう、私がどうして貴重って名前で呼ばれているかって話、健介にはまだしたことがなかったわね。人としてうつし世に帰ってきた蝶という意味の貴重だけど、もう一つの呼び方はね、鬼の蝶と書いて貴蝶と読むのよ。やけどぐらい負わせてやろうと思ったのに。私のお家流来仙子蝶よ。どう？これで私がただの女じゃないって分かったでしょ？そりゃそうよ。その頃私は健介のこと別に好きじゃなかったんだもの。好きじゃないやつを助けるために自分の力を使うのってなんだか嫌でしょ？どう？私を連れて行く気になったかしら？なら認めるってことでいいわね。わからないの？ばーっかじゃないの？女心のわからんニブチン、私が今ここで消し済みにしてあげるわ。いやー、今のはお頭が悪いと思いますけど。だよね。そういう鈍いところも可愛いとは思いますけど、無神経だなーって思ったり。鈍感というかなんというか、やれやれです。かといって女心を全て見透かし、女の喜ぶ反応をするハニーというのもなんだか違う気がしますけれど。それはまあ確かにそうですが、たらしのくせに牧年人っぽいというその落差こそハニーの魅力なのですわ。はじめはあれだけ嫌ってたくせによくそんなことが言えるね、梅ちゃん。あれはそう、あれこそ私とハニーの赤い糸を結ぶための試練だったのですわ。はあ、はいはい、そういうことにしとこっか。どうしよう、コロちゃんお願い。いや無理だから、ここはやっぱり健介隊一の弁舌を持つしのちゃんにお願いするのが良策でしょ。はあ、仕方がありませんね。ゆいな様、我らが頭はことのほかどうなれば、今はお怒りをお鎮めくださいませ。どんなハニーだからこそとお考えになれば、少しはお怒りも静まりましょう。そうね、そう思うようにする。あなたたちも苦労するわね。こんな面倒な男についてきちゃって。もう慣れちゃいましたから。圭介様はこれでいいんじゃないかって。梅ちゃんじゃないけど、やっぱり女心を敏感に察知しすぎる健介様なんて人たらしじゃなくてただの女たらしですし。
そうだよね。私たちそういう人あまり好きじゃないですもん。まったく、そうやって甘やかすからこいつは調子に乗っちゃうのよ。みんな何騒いでるの？もう越前？あれ？マリちゃん、おはよう。二条館では大活躍だったって聞いたわよ。すごいわね。マリね、ケンスケと一緒に頑張ったの。ケンスケを守ってくれたのね。ありがとう。私の大切な人を守ってくれて。でもね、マリはケンスケの嫁になるって決めてるから、そんなの当たり前なの。嫁？マリ、ケンスケのこと好きだもん。ケンスケのために鬼と戦うんだから、マリ、ケンスケのお嫁さんになれるんでしょ？いいの？マリちゃん、こんな僕年人でたらしで調子乗りで鈍感バカのお嫁さんになっちゃっても。マリね、ケンスケのこと大好きなの。はあ、ちょっとケンスケ、質問があるんだけど、あなたの嫁は今一体何人いるのかしら？考え込んじゃうぐらい多いの？ああ、そういうこと。確かにクオン、あなたには相談してないって言ってたわね。いいわ。じゃあ今、状況を把握しなさい。今すぐ。当然でしょ？ちょっと待ちなさいよ。なんで私が2番目じゃないのよ。そうかですって？はあ、あなた、もうちょっと女の子に使う言葉考えて口にしなさいよ。まあ、許してあげましょう。で、他には？マリは？ねえ、マリは何番目なの？別に構わんぞ。クオン！久しいな、ユイナ。息災であったか。おかげさまでね。クオンはどう？ちゃんとご飯食べてた？ちゃんと眠れてた？あなたちょっと痩せちゃってるじゃない。ご飯食べられてないんでしょう。こら、そんなこと今はどうだっていい。よくないわ。ケンスケの言う通りよ。あなたはもうちょっと自分自身を大切にしなくちゃダメ。もう来てよかった。私が来たからにはブクブク太るぐらいにたくさんご飯を食べさせるんだから。太りたくはないんだが。ケンスケだって痩せこけたクオンよりちょっとふくよかな方が好きよ、きっと。
男ってそういうもんなんだから。そうなのか？ならちゃんと食べる。約束だからね。それでマリちゃんのことだけど。マリが健介のために、日の本のために鬼と戦うというのなら、その資格は十分にある。本当にそれでいいの？私は納得している。お前はどうだ？じゃあマリ、ケンスケのお嫁さんになっていいの？鬼と戦うため、健介を守ってやってくれ。ならば私も手を挙げましょう。私も手を挙げちゃいます。私だって。ハニーの嫁はこの私と決まっておりますわ。すごいですね。健介様の人徳は。まあ、コナミさんも手を挙げられるのですね。いえ、そういうつもりは、コナミさん？ちょっと待って。これはちゃんと奥を取り仕切らないとまずいことになるわよ。反対はせんのか？クオンが考えてることよくわかるもの。それが最良の一手だってこともよーく理解してる。となれば、あとは私たちの気持ちだけど、その気持ちもクオンや私、それにみんなの中で特進が言っていることだと思うの。だから反対はしないわ。だけどそれとこれとは別問題。奥の乱れは家中の乱れにつながるんだから、しっかり裁量しておかないと。だからユイナを呼んだのだ。このために呼びつけたの？夫が夫なら妻も妻ね。まったくもう。健介、今から奥のことを説明するから、その鈍感耳をかっぽじってよーく聞いておきなさい。いい？この戦国の世のしきたりとして、一正妻多側室多愛称多研ぎ係が奥、形質の基本になっているわ。だけどあなたの立ち位置はかなり特殊だから、このしきたりを根底から覆さないとならない。今の状況なら多正妻という形式を取った上で他の序列の条件を設定しないとおかしくなるのよ。正妻であるクオン様と同じように、仮に私を正妻にしてしまったら、クオン様と私はその序列が同じになってしまうでしょ。あなた個人がどう思うかは関係ないわ。そう思うならそう振る舞ってもいいけど、対外的なことを考えればそうはいかなくなるの。この先どこかの大勢力が健介を夫とするときに、いらぬ圧力を生むことになるのだ。そういった健介の気持ちはできる限り優先するけど、何かある前に予防線を張る意味でも、ある程度の序列と条件を設定する必要があるのよ。さっきも言ったけど、奥の乱れは家中の、ひいては国の乱れにつながるの。だから我慢なさい。任されましょう。これからは私が奥を取り仕切る。みんないいわね。じゃ
ゃあまずは性質についてだけど、性質は体制に影響を与える力のある人に限定するわ。今のところクオンと足利和葉義輝様のお二人よ。で次は側室。側室には健介にとって有用有益な女の子で、なおかつ身分の高いものがなる。今のところ足利双葉義明様と私ね。相性は身分なんかに関係なく、健介にとって有用有益な女の子がなる。健介隊のみんなのことね。で最後に都議役だけど、私が都議役となった女の子の素性をきっちりと調べて、大丈夫そうなら許可を出すわ。まあ都議役が欲しいなんて言ったら、性質側室相性のみんなからどんなことを言われるのか想像に難くないと思うけどね。ひとまずこれを基本的な奥の規定としましょう。健介も心得ておいて。何よ、そのため息はどういう意味かしら。当然でしょ。今言ったのは対外的組織的なただの序列であって、一番大切なのは女の子の気持ち、その次に健介の気持ちよ。そこは思ってても口をつぐんで女の子を立てなさいよ。それがいい男ってものよ。健介様が相性という言葉にどのような想像を抱いているのか、私には分かりかねますが、言葉を額面通りに受け取るのは片手落ちではございませんか。ええ、我らの気持ちが通じてないのですかと、そういうことを言っているのですわ。そうですよ。相性とかそんな言葉の意味なんて私たちには関係ないんです。お頭を好きって気持ちだけで私たちは戦っていけるんですから。そうですわ。身分とか言葉とかそういったものに縛られるのではなく、自由にハニーと愛を語らえる、そんな立ち位置のことを表現するのに相性という言葉を使っているだけに過ぎませんわ。ですから我らは相性で結構。この心、この体、この魂までも健介様に捧げられる幸福こそ我らの望んだ立場なのですからね。わかったかしら。女ってそういうものなのよ、健介。健介、泣いてるの？私たちだってお頭と出会えて触れ合えてすっごく幸せですよ。そうです。お頭はちゃんと私たちのことを幸せにしてくれてるんです。だから私たち相性のことも正室側室の皆様と同じぐらいしっかりと可愛がること約束ですわよ、ハニー。では大勢力の当主もしくはアソンが正室に、その他は身分によって側室相性に振り分けると。これでいいわね、クオン。うん、ユイナに任せる。了解、任せておきなさい。ではハニーの奥ハットも決まったことですし、再び越前に出発ですわ。いえ、その前にクオン様にお聞きしたいことがございます。越前のことか。御意、我らが知る情報はすでに古くなっていると見るべきでしょう。
今の越前の状況がわからなければ戦略を組み立てることができません。誠からの書状には何度か越前に向けて草を放っているらしいのだが、誰一人な。なるほど。なかなかの難国のようですね。しかし情報は戦において大きな武器となりますわ。何とかして情報を手に入れないとなりませんわね。ダメだ。自分で探りに行くと？そう言おうとしていたのであろう。ダメだと言ったらダメだ。健介は日の本に救う鬼と戦っていく上で切り札なのだ。危険な仕事をさせるわけにはいかん。健介様、今はクオン様に従いましょう。大戦略という視点で見ればクオン様のおっしゃることは至極正しいと私は思います。確かにハニーはすでに健介隊の頭という立場ではなくなっておりますからね。そうですよ、お頭が危ないことをするの私は反対ですから。コロちゃんの言う通りです。健介様が動けないのでしたら姫路州から物見を出しましょうか。いや、余計な損害は出したくない。では自分が行きましょう。しかしこれが自分の仕事でもありますから。この身をそこまで。わかりました。ご主人様の命があるまでおそばにいさせていただきます。でもじゃあどうしたらいいんですかね。はーい、考えるのはここまでにしましょう。今は早く誠たちと合流するべきよ。では健介隊、先導を頼むぞ。コロちゃん、あそこに旗が見えるんだけど。どれ？あれは見積もり亀甲だから浅井誠様の御旗になるね。小谷城で落ち合った後表情を行い準備を整えてから越前に討ち入る。そういう手はずだったはずだが。それなのに小谷近郊まで兵を率いて出てるっていうことは何かあったってことかしら。さて合流してみないと何とも言えませんね。であるか。健介、了解。お姉様。誠、一、状況を聞こう。実は先日、越前から降伏に鬼の奴らが群れをなして進行してきたの。何？
6日ほど前、越前の国境静ヶ岳方面から鬼の群れが港北に入り、周辺の村を荒らし尽くして越前に帰っていったんです。それも一たち救援隊が到着する直前でくるっと方向転換して逃げていっちゃったの。統率が取れてきたということか。誰かある？金冠を呼べ！お話は伺いました。越前の鬼はもう統率が取れるようになってしまったのですね。うん。そこにどのような意味があると読む？上級の鬼が存在するという確たる証左。そして越前内部がその上級の鬼に仕切られ、戦略を持って動くようになったということでしょう。鬼が知恵をつけたということか。わかりません。残念ながら私とて鬼の全てを知っているわけではありませんから。ですが間違いなく言えることが一つ。鬼との戦いがまた一段階困難になったということです。旅力強く、敏捷性高く、凶暴な化け物が知恵をつけたのです。これからの戦いにどれほどの影響があるか。それは可能性としては高いと思います。三田村での鬼の動き、そして二条館での戦い、戦を重ねるごとに鬼の動きが洗練されていくのを感じました。そして総仕上げとでも言いたいかのような越前の動き、鬼を操る者が仕掛けてきたと見るべきでしょう。ここが摂政か。しかし鬼の力が増した以上、難しい戦いとなるであろうな。考えすぎ？なるほど。そう考えれば知恵が湧いてきますね。その鬼を操る何がしという輩がいるというのならば、このガムを埋め、ハニーのために鬼どもを蹴散らし、黒幕とやらのソックビを跳ね飛ばしてご覧に入れますわ。梅ちゃんらしいね。それでこそ梅ちゃんでしょ。当然ですわ。確かに健介の言う通りかもしれん。敵が多少強くなったとてやらねばならんのだ。はい。鬼たちが群れをなして現れたのは、先ほども伝えました通り6日ほど前、静ヶ岳の麓に位置するいくつかの村を襲い、住民たちを惨殺した後、領内に深入りすることもなく越前へと引き上げていったようです。恣意行為なのか、偵察目的なのか、目的が推測できませんね。数はいかがでした？村人に話を聞いたところ、鬼の数は50ほどだったそうだ。被害に遭った村の規模は300人程度の集落が3つやられた。
小谷に侵入してきた時はちょっと違ってたね。だけど今回は900人の村人を殺すために50匹という群れを成した。戦局は次の段階に移った。そう見るべきでしょうね。二条館、確かにそうですね。しかし越前を捨て置くことはできません。今も越前の民は鬼に怯え恐怖におののいていることでしょう。弱き者たちを守るためにも。この日の本を異形の者どもの好きにさせるわけにはいきません。今越前を討たないと。変わらん。葵、誠、我に力を貸せ。この日の本から鬼を駆逐するために。人が異形の者に蹂躙されることのないあるがままの日の本を取り戻すために。美月、はっ。越前討ち入りへの準備を進めい。御意。結城、佳代、松平衆を。はっ。御意に。まこちゃん、いちたちも頑張ろうね。もちろんだ。ともども、次の戦は異形の者との戦いである。今宵は無礼講を差し許す。英気を養い、この日の本のために全力を尽くせ。